一言で表現するなら砂漠です。こんな頭皮になってしまうと、どんな薄毛治療をしても発毛しにくくなってしまうんです。こんにちは、自ら発毛のお発信なし、阿部です。今回は最も生えにくい頭皮の特徴と原因、そして食生活と頭皮ケアのポイント4つをご紹介します。この動画を見ている方の中には、薄毛治療の薬の効果が低かったり、育毛サロンに通っているのに効果が出ずにお悩みの方もいると思います。当店でもこの YouTube では毎週のように最新の発毛症例をアップしていますが、全てのお客様が短期間で十分に薄毛を改善できているわけではなくて、1年以上薄毛改善に時間がかかっているお客様もいらっしゃるんです。その発毛育毛の効果を左右する大きな要因の一つが頭皮環境です。当店は生えにくさを5つの頭皮レベルに分類してるんです。今日はその中で最も発毛しにくい頭皮の特徴と原因、その対策を具体的に紹介します。この動画を見ることで薄毛対策にとって何が大切なのかを知ることができます。ぜひ参考になさってください。まずどんな頭皮が一番生えにくいかですが、それはこのように弾力がなくて硬くてガサガサに乾燥して色がくすんでいる頭皮です。つまり老化が進んだ頭皮です。健康な頭皮を隣に並べてみましょう。どうでしょうか。こんなに様子が違うんです。さらに別な頭皮も見ていきましょう。50代女性の頭皮です。30代女性の頭皮です。40代女性の頭皮です。60代男性の頭皮です。50代女性の頭皮です。このようにですね、健康な頭皮は色が白っぽくて透明感があるんですが、老化した頭皮というのはこのように黄ばんでいたり赤くなっていたりして色がくすんでいるんです。そして弾力がなくなっていって硬くなっていきます。一言で表現するなら砂漠です。水分もコラーゲンもない、血流も悪い、髪が生えないどころか汗や皮脂すら出なくなる、こんな頭皮になってしまうとどんな薄毛治療をしても発毛しにくくなってしまうんです。ではここからは頭皮が老化して砂漠化する原因と対策について話します。抜け毛、薄毛だけではなく、人間の体の老化の原因になるのが糖化という現象です。糖化というのは食事から摂取した余分な糖が体内のタンパク質と結びついて細胞を劣化させる現象です。糖化によって発生した物質は AGE、糖化最終生成物といって、肌や骨など全身の老化を促進させることが分かっています。もちろん髪も頭皮もダメージを受けます。頭皮の内側の真皮層にこの AGE が溜まって、コラーゲン繊維とエラスチン繊維というのが糖化することによって、頭皮はどんどん弾力を失って薄くなって硬くなってガサガサになっていくんです。そして髪や頭皮に栄養を送る毛細血管も糖化によってダメージを受けてゴースト血管になってしまいます。ゴースト血管についてはこちらの動画も参考になさってください。また髪も排泄器官なので、髪が伸びなくなると頭皮の下の毒素も溜まっていって、さらに頭皮環境が悪くなって発毛しにくくなる悪循環に陥ってしまうんです。糖化を防ぐ食事のポイントは、高温調理した食べ物を減らして、生食や煮たり蒸したりとなるべく熱を加えずに調理したものを主に食べることです。つまり和食中心の食事です。ステーキやパリッとしたウインナー、唐揚げ、ポテトチップス、やっぱり美味しいんですよね。それに甘いジュースやフラペチーノ、コンビニスイーツに甘い缶チューハイ、時間が経過した揚げ物もそうです。育毛して肌をきれいに保って若々しくいたいのであれば、基本的にこのようなものは毎日食べるものではないんです。まさか昨日残った揚げ物をノンフライヤーに入れて揚げたりレンジでチンして次の日も食べてないでしょうか。体や血管や頭皮や髪も糖化してボロボロになってしまうんです。サプリメントやヘンププロテインを飲むのもいいんですけども、それよりもこういった老化につながる食べ物を口にしないことの方が薄毛対策というのは大切なんです。次に食べる順番も気をつけたいポイントです。血糖値が上がりにくい食べ方に野菜から先に食べるベジタブルファーストがあります。私も基本的に夕食はサラダに甘煮油をかけて、まずはそれを一気に全部食べてから他のものを始めるようにしています。そして次にメインのおかずや味噌汁、ご飯の順番に食べます。可能なら血糖値が上がりやすい白米より発芽玄米を主食にするのが理想的です。
しかし、玄米食については家族の協力なども必要になってきますね。そして食事はよく噛んで水で流し込む食事はダメです。栄養の代謝と吸収が下がってしまいます。詳しくはこちらの動画を参考になさってください。そして私もこの糖化対策を兼ねて毎朝飲んでいるのがレモン白湯です。白湯というのは一度沸点まで沸かしたお湯、それを冷ましたものを白湯というので、正確にはレモン味のお湯ですね。作り方は簡単です。まず 500cc 以上の大きいコップ、これにお湯をついで、市販の無添加のレモン果汁をちょろちょろちょろっと 30ml ぐらいですかね、酸っぱくしてかき混ぜたらそれで完成です。だらだら飲むと歯のエナメル質が溶けるらしいので、朝食前に顔面に朝日を浴びながらゴク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 と短時間で飲み切ってます。それとレモン白湯を飲む前にうがいをしてください。寝起きは口の中にばい菌が繁殖していて、これをレモン白湯と一緒に飲み込むことによって腸の悪玉菌を増やしてしまう結果になってしまいます。このレモンお湯ぜひ真似してみてください。次に頭皮の劣化、砂漠化を防ぐ頭皮ケアのポイントを4つ紹介します。まずは頭皮の日焼け対策です。よく聞く紫外線ダメージですが、数分なら日差しを浴びてもいいんですが、頭皮が日焼けを何度も繰り返してしまうことによって、この画像のようにですね、頭皮が酸化ダメージを受けて発毛が難しくなってしまいます。長時間外出する際は日傘や帽子を着用するようにしましょう。2番目は乾燥対策です。皮脂の落としすぎも問題になります。油シャンでもシャンプーでもいいんですが、シャワーの温度が高いと皮脂が余計に落ちてしまって乾燥してしまいます。頭にかけるシャワーは38度以下を目安にしましょう。また当店では頭皮が乾燥しているお客様には油シャンの日をあえて設けることをお勧めすることもあります。 AGA が原因で皮脂が過剰な男性以外は、休みの日で自宅でゴロゴロして外出もしない日なんかは油シャンで OK なんです。頭皮を休ませるという発想も必要なんですね。そして3番目はケミカルな白髪染めをやめることです。特に市販の白髪染めはダメです。確実に頭皮にダメージを与えて劣化させます。対策としてはセルフでするヘナ染めがおすすめです。白髪も全く目立たなくなる上に育毛効果もあるんです。髪質改善の効果もありますし、おすすめです。詳しくはこちらのいくつかの動画を参考にしてください。4番目はゴールデンホホバオイルを使った頭皮ケアです。ホホバオイルは聞いたことがあると思いますが、黄色い色をしたゴールデンホホバオイルと無印良品などで買える透明のクリアホホバオイルの2種類があります。保湿だけが目的なら無印良品のクリアホホバオイルでいいんですが、ガサガサに砂漠化した頭皮、こちらを改善したり予防したいのであれば、ビタミン A やビタミン E が豊富なゴールデンホホバオイルがおすすめです。 Amazon などで1500円から3000円ぐらいの間で購入することができます。ビタミン A は皮脂腺の働きや頭皮の細胞分裂を正常にして頭皮の弾力を保つ効果があります。そしてビタミン E は血管を拡張して血流を改善する効果や頭皮の細胞を酸化ダメージから守る抗酸化作用があります。そしてゴールデンホホバオイルは 70% がエイコセン酸という炎症を抑える効果のある成分でできています。今日紹介した一番生えにくいレベルの頭皮というのは慢性的に炎症を起こしている状態なので、抗炎症作用と抗酸化作用があるゴールデンホホバオイルは有効です。ケアをする頻度は1週間に1回のスペシャルケアとして行うのがおすすめです。やり方ですが、お風呂に入る前にゴールデンホホバオイルを500円玉ほど手に取って、頭の端から内側、特に薄毛になりやすい部分、頭皮が劣化している部分にたっぷり塗り込んでいきます。その後こちらの新育毛ルーティン、ストレッチをやって肩こり、首のこりをほぐした後に軽く頭皮マッサージを全体的に行います。その後湯船に20分以上使ってオイルを頭皮に浸透させましょう。タオルを巻いて保温してもいいと思います。そしてまず湯シャンをした後に髪だけをプレシャンプーしてベタつきを取ります。その後にアミノ酸系のシャンプーをしっかり泡立てて頭皮を洗いましょう。すすぎも38度以下のシャワーで2分以上時間をかけてしっかりすすぐようにしてください。もちろんこのホホバオイルケアをしたからといって即効性があるわけではありません。何年もかけて劣化をしてしまった頭皮なので繰り返しやっていくことによって少しずつしか改善しません。
それでも何もせずにただ老化を待つだけよりはよっぽどマシです。ぜひ参考にしてください。はい。というわけで今回は一番生えにくい頭皮の特徴と原因、そして食生活と頭皮ケアのポイントを4つをご紹介しました。次回の動画では頭皮がこのように最悪の状態になった後、どのような薄毛治療が有効なのかについて実際の発毛症例をもとに解説します。チャンネル登録、通知ボタンをオンにしてお待ちください。それでは今後も薄毛治療一緒に頑張っていきましょう。